1話をとりあえず始まったんで、意気込みみたいなのいただいていいですか？意気込み、本気を出しながら上手にサボるサボるっていうのは、まあ人に、まあ、若手に任せていくっていう任していくっていうことをいかに上手にやるかだなと今回は、はい、開発は当時開発も終わってるっていう、デザインとか世界観の開発はもう終わったとみなして、これでどう楽しく遊ぶかというか、楽しいフィルムにするかっていうのを今のトリガー若いメンバーでどれだけやれるかっていうのを試す場にしたいなと自分では思ってるんで、画面作りが楽しみっていう、遊んでほしいですね、若い子たちに。今回のこの1話の B パートはその前回と最終回から次の1話へのつなぎなんで、その最終回のテンションのまま1話を始めるっていうのが、前は1年半作って到達した最終回のテンションだ。なるほど。そのテンションのまま最終回から始めて1話に戻すっていういきなり始めるみたいな。でもこっちは15年分年取ってるんで、そのあの頃の無邪気だった気持ちに戻すのがちょっと大変かもしれないっていう。我々も続編制作が初めてなんで、ここまでダイレクトな続編を初めてだよな。続きものって作ったことないから、はい、確かにそれはそれで大変なんだなっていう、つい変えたくなる気持ちを抑えなきゃいけない。前作に忠実に。そう。原作をリスペクトして、自分じゃろう。そうですね。自分だろう。確かに話だけど、14年前に考えた設定に縛られながら、そう縛られながら頑張ってるね。縛られながら。まあ確かにパンストに関しては当時からその続きは作りたかったとはいえ、いろいろな問題があって叶わなかったけど、なんかいい流れが来て、やっとね。でも今にそう途中で漫画描いたりとかアニメスタイルで連載したりっていうのもやってたから、ちょいちょい見返して確認はしてる。確かにな。久々に触ったみたいな感じでもないかもしれない。真面目な話しちゃったね。いや最高です。交互期待ですね。まあそうですね。この後のはい。ここから始まるという。そうですね。始まります。パンタンスツッキングやって思うのが本当に、とにかく難しいっていうのはやっぱそうなんですね。そうですね。今井さんのなんかコンテがやっぱり結構こうなんかラフで、ある程度なんか原画マンさんにこう委ねてるような、まあだから、まあ、結構自由度があるけどなんか抑えなくちゃいけないところは、まあ、しっかりこう書かれてるようなコンテで、なんかこれをまず成立させること自体がまあそもそも難しいみたいな。なんかまあ例えばなんかこのカメラワークが QTB しかこう書いてないんですけど、なんかこう画角的にこうなんか一コマ目のこの絵とラストの絵で、なんか全然こうアイレベルとか変わってて、確かに。まあただそこにこうカメラワークの指示はこうないわけですよ。まあそういろいろやりようはある中で。どうしたら一番こうカット内容を消化して、まあお客さんに楽しんでもらうかみたいなところを考えながらこう作業するんですけど、まあ、だからなんか正解がこうなんか一つじゃないから、まあ、正直どうしたらいいのかっていうのがずっと悩みどころでなんか結局なんか収まりが変わっちゃうんですけど、ブリーフがこう地面にクレーターを開けてこう飛んでく瞬間が一番やっぱりこう、なんか伝わってほしいところであるから、なんかそこにこういろんなカメラワークをちょっと使いたくないっていうところで、まあ、ちょっとスタートのこう構図を、まあ、ちょっとこれ若干こう左に寄ってるじゃないですかブリーフが。
はいはい、こう中心寄り。左ますね。はい。でこれだとやっぱこのラストとこう合わないですね。こっちはこうちゃんと真ん中に来てて。はい。そこもちょっともう、まあなんか間を取ってじゃないですけど、まあスタートからちょっと、まあ中心寄りにちょっとコンテンツ変わっちゃうんですけど、収まりが。で、それでラスト飛び上がるところで、まあそのつながりというか、まあ、この単純な動きだけが、まあ印象に残ってほしいと思って、まあスタートこの位置にまずコンテからちょっと変えちゃって、でどうかなっていうのをこれ完全にこうなんていうかコンテと違うから、なんかこれが多分通るかどうかも全然わかんないし、それちょっと今井さんに判断とか今井さんとか演出さんに判断してもらってっていう、なかなか正解がない分、なんかやっぱ自分でこうかなっていうのをちょっと考えながらだから1カット1カット全部なんかそういう感じで、なんかとにかく時間がかかるって感じ。こうやって模索してるっていうのがまあそう伝わるのがいいですね。新井さんシャーペン派なんですね。シャーペン派で、しかもこのドクターグリップじゃないと書けないっていう、さらにドクターグリップをもう中学校とかそのぐらいからもうずっと使ってて。でもドクターグリップのところグリップしてないじゃないですか。確かにここはもう使わない。それでなんかこう重さとかなんかバランスがもうこれがしっくりくるっていう。ここ全く使ってないですね。パンズと久しぶりに書くにあたって、なんか感慨深いとかあるんですか？全くないね。感慨深いですが、楽しみにはしてた、すぐ。早くやりたいな。なんか当時は、なんか、絵の勝手がよくわかんなかったというか、カートゥーン調に書くっていう。じゃあ当時は結構苦労した感じなんですか？そうだね。でもデフォルメは得意だったから、苦労したけど苦労してないというか。じゃあ今語ってたの？どうですか、つみさん、プロデューサーとして、寿司さんのお仕事。寿司さん仕事してんの？無でしょ。寿司さん仕事してんの？してる。毎日。これ6カット目だからね。上がったん？上げてはいないけど、作業ね。じゃあ終わる。いや、終わんねえよ。もう終わる。寿司さん的に、このカットおすすめポイントとかありますか？どういうことなんか結構こだわったよみたいな、わかんないですけど。色気づいたことはしないかな、今一作品で。コンテ通り書けばかっこよくなるから。昔はなんか、いろいろ仕込んだりしてたけど。そうなんですね。そういう時期は過ぎたというか。なんか、デジタルは色の面積でコントロールできるからいい。それどういうことですか？線で判断する以外の方法があるというか。なるほど。例えばこの髪の毛とかさ、こんなフォルムにしようかなみたいな感じで、この色で動かせるから、いいなって。でよかったら後で線を輪郭なぞればいいと。だからエフェクトとか描きやすいかな。瀬島さんがカチカチしながら描いてるんです。ちょっとまずそこにやっぱ感動しちゃいます。その指のテクニシャンみたいな。ストップウォッチで時間を計ってるってことですよね。そう尺の感覚といいますか。足音何回鳴らすか。ストップウォッチはアプリなんですね。アプリっすよ。そのモノ本使ってる人、大塚さん使ってたっけ？でしたか。そこまで浸透してるということですね。
じゃあ一応演出だけでなく、古川さんシリーズのそうっすね。副監督でもありますけど、まあ、今石さんが忙しすぎるから、その分、現場との橋渡し役みたいな。1話である程度、処理とか決まると思うんで、それを他話数の人たちにフィードバックすると。俺別に絵描く作業じゃねえから。本を考える作業だから、画面に映らないことをやってるんで。まあ確かに。でもこれが少しでも伝えたらいいなと俺は思ってます。やっぱこの画面に映らない作業を誰かどころか、たくさんの人がこうやって一つ一つ調節と言いますか。地味で。ブリーフので支えて立ち上がろうとしている。はい。このカット、新井さんがレイアウト書いてるときに、自分このカメラで撮ってた。一応撮ってたんですね。この手ではちょっと指示しきれなかった動きのイメージがあるなぁと思って、どういう感じでムクムクと凝り立っているかっていう感じをちょっと言葉では説明できない言葉で説明できないっていうのはいいですね。説明できないですね。それを、絵でちゃんと監督がムクムク具合をしっかりチェックして次作品のテーマに関わるムクムクなんで、線画で見ると、ちゃんとブリーフのですね。なんでとぼけるんですか急にはしご外すなよって乗っかった途端にはしご外し始めるずるい大人ですね。作家修正するとき何を考えてますか？理屈で書いてないからわからん。なるほど。なんて説明すればいいかわからん。何も考えてないの。反射で書いてる感じなの。根底見て、ここはこういうのだから、こうじゃないな、みたいな。それめっちゃいいじゃないですか。でもそれ、言語化できない。完成画面イメージして書いてるだけというか。なるほど。わかんない。もう自分もなんか、無の状態で書いてるから、理屈が本当ない。もうその境地まで行ってるってことですね。そういうことですね。今はそれを探している状態だよ。瞑想してんだ。あ、そうなんですか。もう昨日から全然乗ってない。仕事に乗ってない。そうやって普段だったら書いてるうちに回復していくみたいな感じなんですか？そうね。駆け出したら乗っていくんだけど。全然ならない。それでも書き続けるっていうのはプロフェッショナルな感じがしますね。書きたくないけどやんなきゃいけないんだ。そんなですか？使えないようにしてやろうと思って。元の動きがこうなの。これがレイアウト素上がりというんですか？修正を入れて。なんかメリハリが足らないというか。あとずっと横位置で絵が変化してないから、ちょっとこういうので挟んでみようかなとか。なるほど。って感じ。なるほど。帰る。すいません。仕事中。別にいいけど。これは、だんだん、パンティが出来上がって、なんか
形になっていくってことです。雷落ちて。いや、いいっすね、そのエフェクトも。かっこいい。結構、雷が落ちるみたいなことは、前作でいっぱいあったんで、なんかそれを、踏襲というか、参考にしながらできたらなって感じですね。まだあんまりちゃんと形にしてないんですけど。このキョトンとしてるのか、かわいいっすね。そうですね。結構、設定画だときつい顔してるんですけど。確かに。なんか、コンテだと、結構もう、マルチョンの顔だったんで、はい。あっけに取られてるような表情の方が、ぽいのかなっていう。縁取りが、パナストは、なんかすごい特徴的なんで、シールみたいな感じが、確かして面白いなと思います。ブリーフの妄想の中のパンティーのカットですね。ちょっとコンテにもないシーンだったんですけど。コンテにもないんですか？コンテはこういうなんかだんだん前作のパンティーを思い出して最後の方妄想のパンティーを考えてうわーってなるとこだけど、ここの止めの絵を増やしていいってことだったんで、ブリーフが最後妄想でうわーってなっていくカットだけど、なんかせっかくうわーってなるんだったらなんか最後の初夜シーン増やした方がいいかなと思って、で書いて提出したら、監督の修正が入ってて、それが私が書いたのはパンティこういうちょっと新婚初夜っぽい、ちょっとエロティックな優しくブリーフを迎え入れているパンティを書いたら、今井さんからこういうブリーフに都合のいい妄想のド S 女っていう修正が返ってきて、もうこれだわと思っていや、いいっすね。でもこの最高の修正が返ってきたんで、今これの通りにちょっと書いてるって感じです。大谷さんのこのカットのこだわりポイントは何ですか？こだわり？いや、もう本当にそれはブリーフの中の妄想のパンティをとにかく可愛く描くことで、他にもこれも可愛いこんなブリーフの妄想のキスシーンでデートシーンで結婚して可愛いブリーフも可愛いで初夜があっていいねみたいな可愛くてか本当にめちゃめちゃ楽しいカットだったんで、じゃあそのパンティのその普段見れない一面をじゃあ皆さんアニメで見てみてくださいということで、はい見てみてください。いいですね。後押しなんで。プニプニしてこのカスターピカイチです。一発でいったんじゃない？結構綺麗な気がする。マスタードみたい。うまそう。いいと思います。はい。ありがとうございます。
はい、いいですか？はい、貸します。はい。わかりました。横から来た。ごめんなさい。横から来た。お願いします。はい、回りました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、バラカシ入っちゃっていいですね。はい、入ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。辻川さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。チビコルセットのあわあわの実写撮影。なんかすごい、こっちから、旗から見てるとすごい難しそうな、繊細な作業だなと思ったんですけど。ちょっと、舐めてかかるととんでもないトラブルに巻き込まれてちょっとしたハプニングで大騒ぎになっちゃいます。泡は難しいのは、はい、泡の大きさですね。その泡の気泡の大きさというか、はい、粒の大きさと白っぽい感じとか、はい、泡の膜が大きければちょっと透明度が高かったりとかするんで、はい、あと粘度というか硬さですね。泡の硬さ。それはもう辻川さんがもうその場でこんなもんっていう感じでこんなもんだろうっていう感じでやって、最初ちょっと硬めだったんで、はい、大変なことになりましたコルセットの泡はお疲れ様でした。お疲れ様でした。終わりました。やっぱ実写は大変っていうのはあるかな。いや本当大変だなと思いました。いやでも素晴らしいカットが撮れたので本当ありがとうございました。今井さんも喜んでおりましたので、はい。加藤さんはね、1話の制作進行ってことでどうでした？ただ決まりきれてないところでのスタートだったのもあるので、まあそうか、1話ってことだから結構手探りな、そうですね、今井さんとかも含めてですよね、はい、進めつつ探りつつって感じだったんで、はい、まあ各所いろいろ大変だったと思いますが、無事終われてよかったなと思います。1話お疲れ様でした。お疲れ様でした。東郷さんはダンジョン飯から引き続きね、はい、その制作デスクとして、はい、今井さんと作品をやらせてもらうのがデスクになってから初めてではあるんですけど、はいはいはい、いろいろと今井さんが思ってる部分とかをスムーズにやり取りするところが、まだまだ未熟なところではあるんですけども、なんかそこをもっと理解してもっと工夫しながら頑張っていきたいなっていうところですかね。すごい真面目今回もいろいろとチャレンジングなことをしているので、ぜひ楽しみにしてください。結構業界でなんかいろいろ打ち合わせとか行くとずっとね10年以上聞かれてるんで。そうなんですか。デザイン的に斬新なので普通ないけどね、10年前15年前14年前かな、そうですね、はい、違ったんで、背景のやっぱり描いてる美観クラスの人から結構言われたりとかしてたんで、はい、どうやったんですかとかどう描いたんですかって、はい、それをまた、はい、令和になって、はい、やるってことですね。はい、頑張りますので。前作からの色彩設計、柿田さん、はい、意気込みを一言。意気込みプレッシャーしかないんですけど、14年前の内容、最終話の時に、はい、これで終わるんですかって聞いたら、はい、終わりですって言ってて、まさか14年後に復活すると思ってなかったのででもまあ14年間ずっと今井さんたちとはやってきたので、そこをいい方に成長が見せられればなと。
思って自分でプレッシャーがかかってる状態ですね。まあ昔を思い出しながら、なるほど、よくこんなことやってたなって思う内容ですけど、はい、昔の自分に負けないように頑張ります。楽しみです。ありがとうございます。小山さん、はい、1話お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんとか完成したようですね。全体的にやっぱ色が全部前回と同じ色ってほぼ使ってないんで、そこが結構大命題だったんで、設定とかはそのまま使うけど、色は全部変えようっていう話でやってたんで、1話2話が一番ボリュームが多くて、その今までのやつ全部設定を直していくっていうのを、その俺と若と柿田さんでずっとそれやってるんで、そこが結構一番もう初っ端のクライマックスみたいな感じですよ。やっぱプロメアとスター・ウォーズ・ビジョンズがやった後の経験値が生きてるんで、この色からこのぐらいの色が綺麗みたいなのが分かってるんで、それをなんかパンサーに全部再現突っ込んでいくって感じだったんで、そういう意味だとなんかその今井作品の一番最新作のアップデート版にはなってるんじゃないかな。1話なんかパンティデカパンティから血とか内臓が出るってくるじゃないですか。やった。その時の色とかすごい綺麗だなって思ったんですけど。あれなんかだからスシオくんからなんか虹色っぽくしたいみたいなのがあって。でもなんか虹色っつってもその単色塗りだからどうやってやるんだみたいなのをこっちでこうどうやったら綺麗に見えるかみたいなのと、それとは別に血が飛び散るし、肌の色もあるし、背景の色もあるんで全部が鮮やかだけどどうすんだみたいなのは結構難しかった。確かに内臓は難しかったかもね。でもまあ真面目に見るようなものじゃないんでまあじゃあ気軽に。そうだね。もう画面頑張って作っていたとしても、みんな画面見ずにお菓子食いながら見るぐらいがちょうどいいのはカートゥーンなんじゃないかなと。小林さん、1話お疲れ様でした。お疲れ様でした。若林さんは1話でチャレンジングだったことは何ですか？巨大なパンティのやっぱが、画面いっぱい出てくるそんなアニメなかなかないと思うんだよね。いや、ないですよ。ニューパンスのテーマは家族揃ってリビングで一家団らんで見てほしいんですよ。僕は心の力強いでするっていう。こちら何言ってんすかって感じですけど今井さんお疲れ様でした。1話 V 編お疲れ様です。終わりましたね。どうでした？14年ぶりのすごい優秀な V 編。全部もうリテイクし終わってるし、すごい皆さんの頑張りで完成度の高い仕上がりになりましたね。比べるとその14年前はもっとまた渡してた気がするね。1話の中で、今井さん的に一番じゃあなんていうんですか、チャレンジングじゃないですけど、場面っていうのはどんなところでした？一番チャレンジングなとこね。意外と総集編からの冒頭の流れが個人的には結構思い入れがあるというか、だからご飯だっていうところがまあ一番好きかもね。今回で言うとやりたかったことっていうか。じゃあ最後に視聴者への一言いただいていいですか？まだまだ始まったばかりなんで、まあ制作現場もねまだ始まったばかりです。まあ順調なスタートを切れていると思っているので、視聴者も順調に見進めてほしいですね。でも朝一に見るのはおすすめしないですね。起き抜けで見るとおおっつってちょっとテンション高すぎました。お腹いっぱいになるなみたいなね感じ。じゃあ深夜にショーをおすすめするということでまあまあお好きな時間に見ていただいていいと思います。はい。わかりました。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。